にちは。今回はバンドリアベムジカ第10話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。グッバイモーティス。とりあえず復活したけど、なんか子供がめちゃくちゃに接着したプラモデルみたいないびつな形のような。まだ10話だしな、もう一悶着あるだろう。ニャムのドラムはあってもなくてもいいようなアレンジだな。サキコが作ったのか。生き返った。復活、むつみ復活、むつみ復活、むつみ復活。譜面見てないのになぜか弾けるむつみ。モーティスのレアギターが耳にしみる。ライブシーン何話ぶりだろう。バンドパート長い。中の人たちにとっちゃこれからのリアルバンド活動の方が肝心だし、なんだかんだかっこよくてさ。横スクロール。いい最終回だった。なんかあった。縦書きで左から流れるとか珍しい。ちはや古依頼だな。 NX には厳しいスタッフロール。どうせ最後になんか爆弾があるんだろう。マイボは学生バンドの雰囲気だったけど、阿部はやっぱプロ志向だな。迷子の連中も阿部のやつらが不安すぎてバンド内でもめるどころじゃないだろうな。このなんとも言えない湿度の高さ、女性漫画家が描いたユリ漫画の生々しい鉄分臭さに近いものがあるな。ユリだとは思わんな。エヴァーメイデンくらい描写してくれたらそう思うけど、なんかまだ打算でつながってる感じがする。珍しく不穏で終わらなかった。あれ、うつみが復活したらムー太郎はもういらない子にならんか。演技パートで必要だから。 C パートで刺されているとかないのか。あっさりアベムジカ再結成したからサキコが何かやらかすと思ったが、なんかムジカって邪悪なケヨンって感じじゃない。確かにな。軽音が邪悪ではないと。復活するぞって言ってあんなでかい垂れ幕掲げられるほど影響力あるんだな。資金はどっから出たんやろな。資金は私が出した。だからもう家に戻ってきなさい。おじいちゃん様々ですわ。ということ。やはりそういうことだったか。ソフキタ、ウイカって豊川の家の子だったのか。地獄の断頭台。またウイカが脳破壊されてら。不穏に終わった。お姉ちゃんかな。実は姉妹だったのか。やはり親族なんだな。やっぱりウイカがラスボスじゃないか。まあそりゃセンターやぞ。おじい様の隠し子の子かなんかか。絶対に不穏で終わらせないといけないアニメ。やだ、ムジカに何の問題も抱えていない子いないじゃない。いとこ、姉妹。下手するとおばとめいっ子。やっぱり豊川家の血縁者か。また別のメンバーに待ったがかかる。ウイカひょっとして隠し子かなんかか。ウイカからしたら戻るのも問題ないような。ウイカだけちょっと曇っただけで解決とはいかなかったか。あ、そっか。それでインターホンでウイカの顔が見えたから通してくれたのか。なるほど。入りたがらなかったのもそんな感じだったな。サキコの別荘近くにウイカがいたのも偶然ではなかったということなのか。あの辺り一帯私有地だろうし、無関係な人間入れないだろうし。ムジカはニャム以外化け物ばかりで笑うわ。これバッドエンドやろ。やはりムジカは10話を分岐点に落ちていく感じか。初音ミク。つまりウイカはボーカロイドだったんだよ。実はいとこだったとか。またぶっこんできてる。よいな。ウイカとサキコって血縁関係なんか。髪の色が違う。母親が違うんじゃね。親父やらかしすぎだろ。闇深すぎる。あの飲んだくれ姉妹に手出してるのバレたらもっとやばかったろ。先週事務所が言っていた上っておじい様のことだったのか。そりゃそうよ。行きたがらなかった理由がわかるんだな。勢いだけで持ってった感はあるが、勢いが曲でマシマシになってたので個人的にはよし。っていうかもう理屈でどうにかなるレベルの話じゃなかったんで、むしろ勢いでまとめたのは正解では。初音誰やんね。やっぱ二卵性ソーセージの双子ですか。初音、やっぱ姉妹なんか。ゆっくりした曲でリラックスして人格統合はムードあってよかった。表情硬いし演奏してるからむつみちゃんベースの統合で良いのかな。
たまにはモーティスちゃんみたいな会話してほしいな。咲子はむっちゃんの死を知って観念して覚悟決めたってことでいいのかな。考察勢すげえな。双子か親族かわからんけどマジで当たってるやん。初音ってもしかして姉妹？やっぱ別人説正解じゃねえか。なんちゅうまがまがしいバンドじゃ。褒め言葉。7話で感動してるみんなにしらけてたけど10話は号泣しました。今度は逆かよ。ウイカはもうとっくに死んでてなりすましてたのとかやめてな。砂の器かな。にゃむ、むつみちゃん、愛してる、ウイカ初音、咲子、嫌いにならないで。どっちがガチレズかはっきりわかんだね。ようやく物語の種明かしが来るか。やべえ面白かったよ。ニャムチはなんで急にガチレズ化したんですか？この気持ち正しく愛だ。的な宿命的なやつかも。憎しみも愛なんだよ。むつみが椅子に座った時から完全に恋焦がれてたじゃん。ぶっこんできたな。無理せずに次のシーズンを決めていいんだぞ。迷子で無事か0話やったのに尺が足りていないわ。本来20話くらい必要でしょ。よかったねという感想しかない。考察されすぎで別人説も出てしまって難しいな。ソヨが完全にもうディスのままやってて腐かれる。ウイカの母親がじいさんの隠し子とかじゃないの。腹違いの娘なんだろうね。孫は孫なんだろうね。何一つ解決してねえのに2曲もぶっこんでくるとか誰も予想できねえよ。むつみは動きからしてモダンメタル好きだろう。隠れメタラーでバーン愛読してるな。何一つ解決しないまま再結成は結果的には良かったわ。つか解決待ってたら最終話でもライブしなそうだったし、あと案外予想通りっつう感じにまとまりそうだね。モーティスとか双子説とか。しかしユミリは信用好き欲しいのままだし、咲子はくっそいやいやだしで、あと3話でどうなるやら。正直10話でライブやるために打算的なのが見え見えなストーリー展開ではあったと思う。シーファートでほのかに野島真司チックな90年代ドラマ集が再結成にカタルシスが湧かないのも含んでいいと思いましたわ。幸子ちゃんそういうとこあるよね。神回だったわ。次回予告がウイカさん尽くし、なるほど、咲子さんとウイカさんは幼なじみだったのか。不自然な執着の理由がついにわかりますね。モーティスは永遠の別れになるのか、それともウイカ初音って何？おじいさま。次回はウイカスペシャル。まあ芸能人だからミスミウイカが芸名の可能性もあったけど、初音ってそういうことでいいんだよね。ムジカ復活おめでとうって思ってたら初音。最後どういうことだろう。咲子の家に入りたがらなかったことからやっぱり血縁関係なのか。初音誰ぞ。おじいさま最後に何爆弾投下してんの。かっこいいライブシーンで気持ちよく終われると思ったのに。このままで終わらない感じ。さすがアベムジか。ウイカさんはもっと掘り下げないと。彼女だけまだ明かされてない秘密が多すぎるからね。とりあえずムジカ無事復活ってことでいいのか。来週からついにウイカについて語られるのか。そこまで咲子に依存する理由も出てくるのかな。そして咲子はウイカの歌詞を見て気持ちが伝わったのかな。歌って伝わるってことかな。ついにムジカ復活。考えたら1クールの半分近くタイトルのバンドが解散状態だったってすごい。後半は尺を取ってムジカの復活ライブに尺を取ってるのも贅沢な構成なのです。そしてまだまだ波乱を残してる構成も神がかりすぎ。復活のきっかけはニャムチだと思ってたけど、まさかこうも早く復活するとはね。コミュ障しかいないバンドだし強引に行かないとダメなんだろうね。次回はウイカとの諸々が解消されるのかな。迷子とは違ってわだかまりなしとはいかなそうだな。本来ならムジカ復活と新曲披露で歓喜するところなのに、他人の人生を背負うことを覚悟した咲子に一切笑顔がない事実が胸に刺さります。それにしてもウイカが初音とはこれいかに。後半が面白くて忘れてたけど、冒頭の泣き出すモンティスに対するここは私がみたいな雰囲気のさやもだいぶ面白い。一瞬ああまたややこしい人が手を出してと思ったけど、そのままさっそうと事態を収めていくんだもんな。職人芸か。ニャムの愛憎を混じる感じも咲子の自情自爆も抱えたままで進むんですね。
モーティスと睦美のシーンは良かったし、ライブも圧巻でしたが、咲子の考えもムジカがどうなるのかもまだまだ読めません。ウイカの掘り下げが昼ドラめいてきました。一度は一生をかけるという言葉を責めた咲子が4人に一生を預けさせた。結果的にはそれが本人の意図よりはるかに重い意味を持ってしまった。戻ってきた睦美に気づくメンバーもさることながら、非委託で気づいて即座にフェーダーを上げるところがなかなか良い。アベムジカ、バンドリ作品だから好きってひいき目抜きにしても、あまりにも面白いだろ。なんで毎回続き気になって、どうしようもない終わり方しかできないの。最上級の褒め言葉。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。